今回は水彩色鉛筆で上手に星を飛ばす方法を解説していきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄も参考にしてください。それでは早速やっていきましょう。私の動画で時々星空なんかを描くときに白の水彩色鉛筆を使って、星を飛ばすっていうのをやっているんですけれども、動画を見てくださっている方とか実際の生徒さんの中にも飛ばし方が上手にできないっていう人がいらっしゃるので、ちょっとコツを解説してみたいなと思います。で、いつも使っているのはこちらの白の水彩色鉛筆ですね。ユニのものです。ホワイト801番ですね。で、芯の先はちょっとこんな感じで長めになっている方が溶かすときにこの部分が大きいのでいっぱい絵の具を作ることができるのでおすすめです。もしこんな感じで鉛筆削りに色鉛筆用と鉛筆用っていう感じで2つ刃がついているときはこちらのこの長い方ですね。鉛筆用で削るとこんな感じに長くなります。で、色鉛筆用で削るとこんな風にここが短くなってしまうので、長くなってる方がたくさん絵の具を作りやすいので、こんな感じで長く削るようにしてみてください。とりあえず普通の筆を使って飛ばす方法をやってみたいと思います。水彩色鉛筆と、あとは普通の筆ですね。水筆じゃなくて普通のものです。で、この筆先がちょっとコシのあるものの方がやりやすいんじゃないかなと思います。ちょっと触ってみてピンピンピンと弾ける感じの方がいいですかね。ここがふわっとしてるとちょっとピンと弾く時にやりにくいので、筆先にコシのあるもの、ちょっと強めのものを使ってください。で、水彩用のものがいいと思います。水彩絵の具用の筆を使ってください。ではまず、ここに飛ばしてみたいと思うんですけれども、この色鉛筆の芯の先のところを直接水にちょこっとつけてしまいます。で、ここを濡らした状態にして、筆も水でしっかり濡らして、で、この筆でこの芯の部分をこすります。優しくこすっていくとだんだん絵の具ができてくるので、このこするときは下にもちょっと飛ぶので、本番の紙の上ではやらないでください。必ずちょっと別のところでこうやって溶かして、それからこっちに持ってきましょう。ちょっと今回はここの真ん中でやってしまいます。こんな感じでたっぷり絵の具ができたら、紙から10センチくらいですかね、高さを上げて、色鉛筆に対して直角に筆をこんな感じで当てます。で、この筆でピンと弾いてここに絵の具を飛ばしていきます。紙から10センチくらい上げて、上から直角に筆を当ててピンと弾きます。で、こっち向きばっかりだとこんな感じで斜めに全部飛んでしまうので、時々方向を変えてピンと弾いてみましょう。で、絵の具が足りなくなってきたら水を足してもう一度溶かします。で、この紙からすぐ上で近いところで1センチとか2センチのところでピッとやってしまうとこんな感じで塊になりやすいんですね。あとはちょっとできるかな。こんな感じに斜めに少し線のようにピッと飛んでしまったりするので、紙から10センチほど離して上の方から弾くようにしましょう。で、こんな感じでボトッと落ちてしまうこともあるので、使わないときはちょっと避けておいて、使うときに紙の上に持ってきてピッと弾きましょう。で、絵の具の濃度なんですけれども、あんまりくしゅくしゅやらないで薄い絵の具のままでやってしまうと、こんな感じでちょっと薄い色の、星になってしまうので、あまり色が綺麗に出ません。で、これが水分の量がちょっと少なすぎて絵の具が濃すぎる場合だと、こんな感じで
見えるか見えないか本当にちょっぴりのちっちゃい星しか飛ばなくなってしまうので、小さい星しか飛ばないときはちょっと水分をこう足して、で少したっぷりめに溶かしましょう。であんまりたっぷりだとここの絵の具がポトッとさっきみたいに落ちてしまうので、ちょっと多すぎるときは少しタオルなんかで少しだけ絵の具を拭いて、で垂れない程度にこの辺にこう筆に絵の具をいっぱいつけて、で紙から10センチぐらい上からパチンと弾いてみましょう。で使い終わったら筆はきれいにして、でこの色鉛筆の先に水分がついたままだとこの芯がどんどん溶けてグズグズになってしまうので、ティッシュでしっかり水を拭き取ります。で拭き取って乾かしておきましょう。で普通の筆じゃなくて水筆でも同じようにすることはできます。ただですね、ここの軸を押すとそのまま水分がボトボトっと出てきてしまうので、ちょっとここに垂れる確率がちょっと高くなるので、それだけ気をつけていただいて、先ほどと同じように芯を濡らして、でこの軸を押すと水がポタポタっと出てくるので、筆先にしっかり水分を含ませて溶かします。で水分が足りないときはちょっと軸を押して溶かすんですけど、ちょっとたっぷり出てきてしまうので少し時々取りながら。で水筆は私はペンテルのものを使ってるんですけど、ちょっと種類によってこの穂先のコシとか、あとは水分の出具合とか違うので、そこはちょっと違う種類のものを使っている方はご自分で調整してください。でちょっとついついこっちの普通の水をつけてしまいましたが、これも10センチぐらい、紙から10センチ上に上げて直角に筆をこんな感じで当ててパチンと弾きます。でやってる時にだんだんこう水が増えてきてしまって、ここにこうどんどん見えますかね、溜まってきちゃうので、これがこのままポトッと落ちてしまうとこんな感じで大きい丸いシミになってしまうので、普通の筆の方がやりやすいかなとは思います。でもできないことはないです。弾く方法以外にも星飛ばす方法をやってみたいと思います。先ほどと同じようにここに絵の具を作ります。こんな感じで絵の具をいっぱい作ったら、こうやって弾く方法もあるんですけど、いっぱい筆に絵の具をつけたら、色鉛筆はもう使わないのでティッシュで拭いてちょっと置いておきます。でもう一本筆か何かを持っていただいて、この軸のところですね、ここでこの筆のここら辺、穂先より手元に近い方ですね、この辺りを叩きます。でこれも紙から10センチくらい上にこの支えになる棒を持っていただいて、でここにこの筆を上からパンと打ちつける感じですね。でずっとこの方向だとこの向きにしか絵の具が飛ばないので、ちょっと向きを変えてこんな感じで飛ばすっていう方法もあります。こちらの方が大きい粒が飛ぶ感じですね。ちょっと大きめの粒飛ばしたいときはこちらの方が向いていると思います。
それではここからは実際に星空を描いてみたいと思います。はがきサイズの水彩紙を使用します。今回は紙の目は細めのタイプのものを使用しています。マスキングテープをぐるっと一周貼っておきます。で、ここに色を塗っていきます。プルシャンブルー851番をこの全体に塗っていきます。で、今回はちょっと斜めに塗りたいと思います。で、全体がだいたい同じぐらいの色になるようにこんな感じで塗っておきます。で、ここにブラック899番を重ねます。で、こちら右下のあたりはちょっと青っぽく残しておきたいので左の上から塗り始めます。だいたいこの真ん中くらいまで塗れたら少しずつ力を抜いて色を薄くしていきましょう。で、左側の上の方がちょっと濃くなるように色を重ね塗りしておきます。これくらいに塗れたら水で溶かしていきます。水筆を使用して溶かしていきます。色の薄い方から濃い方に向かって溶かしたいので、右下の青い方から左上の黒い方へ向かって溶かしていきたいと思います。ちょっとこっち向きだと塗りにくいので、塗りにくい場合は紙をくるっと逆さまにして塗りましょう。こんな感じでちょっと向きを変えて青い方から黒い方へ向かって溶かしていきたいと思います。で、水筆の軸の部分を軽く押して筆先に水をよくなじませてから使います。で、この筆先のこの先の方が色の薄い方に向くようにして使っていきます。マスキングテープの上にペタッと大きく筆をつきます。で、横向きにこんな感じでなじませながら黒い方へ向かって溶かしていきます。で、途中でちょっと水が足りなくなってきたら軸を少し押しながら黒い方へ向かって溶かしましょう。で、最後まで溶かせたら筆はきれいにしてドライヤーを使って乾かします。マスキングテープの上に残っている絵の具はティッシュでちょっと押さえておきましょう。位置を元に戻して、で、ここに星を飛ばしていきます。ホワイト801番のこの芯の先を直接水につけてしまいます。で、普通の筆をよく湿らせてこの芯の部分を溶かしていきます。で、この上で作業をするとここにポタポタと落ちてしまうので、ちょっと横の方で溶かしていきたいと思います。筆で芯の先をこすって絵の具を作っていきましょう。で、水が足りなければ少し足して、絵の具が薄いと真っ白な綺麗な星にならないので、ちょっと濃いめに溶かしたいと思います。しっかり絵の具を溶かしましょう。で、これくらい作れたら紙から10センチくらい
この色鉛筆を持ち上げて、上の方から筆を直角に当ててパチンと弾きます。でちょっと向きを変えて、であまり飛ばなくなってきたら絵の具がなくなってきているので、もう一度水を足して絵の具を作りましょう。たっぷり作れたら紙から10センチくらい上に上げてパチンと弾きます。で自分がいいかなというくらい飛ばせたら筆はきれいにして、色鉛筆の先についた水分は必ずティッシュでしっかりと拭き取っておきます。でこれで乾かしておきましょう。で今ここに大きな粒がポトッと落ちてしまったんですが、こういう時はティッシュをちょっと使って吸い取ってしまいます。ペタッとティッシュで押さえて、こんな感じで吸い取ってしまいましょう。でこの状態で一旦乾かします。でこの絵の具がポトッと落ちてしまったところは、周りが乾いたら濡らした筆でちょっと軽く押さえてティッシュでペタッと色を抜いてしまいます。で抜いたところはもう一度ドライヤーで乾かして、で最初に下塗りした時の色ですね、プルシャンブルー851番を軽く塗りましょう。上から。その上にブラック899番も重ねます。でこんな感じでちょっとなじませてごまかしてしまいます。でもし狙ったところにうまく飛ばなかったりした時は、白いボールペンがあるので、こちらの白のペンで書き足しても大丈夫です。自分の好きなところに今色を抜いたところにもちょっと上に重ねておきましょう。こんな感じに書けたら、ブラック899番でこの辺りに林を描いていきます。縦にまずは幹を描きましょう。でこの上の方から斜め下に木の枝を描いていきます。で上の方は短めで、下に行くに従ってちょっと長くなるように描いていきましょう。で何本か同じように大きさを変えて描いていきます。こんな感じで描けたら、色鉛筆だけだとちょっと色が薄いので、
水をつけていきます。筆を湿らせて、で上から軽くなぞるようにしてお水をつけましょう。全部きっちり溶かす必要はないので、軽くトントンとお水をつければ大丈夫です。こんな感じで溶かせたらこれで完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方は是非チャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。